古く枯れてきている葉っぱを取っています。成長してくる新しい芽の方に栄養が集中してくれる気が勝手にしています。冬なのですが、とても日中はポカポカしています。このように何もない状態です。そして定食をした直後です。この定食をした時の様子は別の動画でご覧いただけます。ただひたすら長ネギの枯れている部分を取り除いていきながら土寄せをしています。単純作業なんですけれども、とても天気がいいのでこの作業自体とても気持ちがいいです。穏やかな環境の中、無心になってひたすら土いじりをしていると気分がリフレッシュします。土の中のバクテリアはセロトニンを増やす働きが研究の結果分かっているそうなので、その研究結果も納得です。畑は宿の目の前にあるので、野菜の成長は毎日確認することができますし、外での作業は季節を感じることができるので、とても心身ともにいい気がします。ほんのちょっとだけやろうかなと思っていたんですけれども、ついやり始めるとなかなか手が止まらなくて、時間が結構経っていたりすることはよくあります。畑作業を黙々とやっている時間はなんとなく瞑想をやっているような感覚になっているかもしれません。ついでに菜花の周りにある雑草とかもきれいにしました。ただこの中には実は春菊もちょっと混じっていて、うまく冬の間育たなかった春菊がちっちゃくあるので一部だけ取り除きました。右手側の奥にあるのが先日 DIY で作った絶景カフェスペースエリアです。お天気の日は本当に気持ちがいいので、ぜひここでくつろいでください。この時期になると菜花がこぼれ種ですごく畑にたくさん生えてきます。ここに見えているものだけでなくて、土手の近くとかにもものすごくたくさんあるので、菜花が食べ放題です。季節の旬の野菜を食べることはとても健康的な感じがします。他の場所の雑草も気になったので手入れをすることにしました。長ネギの周りの雑草を取り除いてネギに土をかぶせたりしました。ここの部分はあんまり手入れをしてなかったので、来年に長ネギは期待です。ちなみにここにある長ネギは食べながら育てています。食べて一部の長ネギを分けて、そしてまたそれを土に入れて増やして食べてというのを繰り返しているので、ところどころ抜けている状態になっています。でもやっぱり冬の長ネギが一番太くて立派で美味しいです。ちなみに不要になった竹や木の枝で枠を作っています。しばらく経つと心なしかなのですが、その下の土が良い状態になっているなぁと感じるからです。ちなみに土が良い状態になっているなと感じたのはここの場所ではなくて他の場所なんですけれども、ここは木の枝や竹を置いたのはつい最近です。体力がもうちょっとあったら切り株をもう少し置いて可愛い感じにしようかなと思ってます。ただ切り株は重たいので体力がある時にまたやることとします。この辺りはサヤインゲンを植えていました。芽が出ているのでその周りの雑草を取り除いて整えています。
畑は畑なのですが、場所によって土の状態だったり光の当たり方が全然違います。ちなみにハーブも間にところどころ植えています。コンパニオンプランツみたいな考え方で、なんとなく植物にいいのではないかなと思っていろんな種類の植物を植えています。Thank you for watching and subscribing. ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube の登録をお願いします。